皆さんこんにちは、しおねるです。私は今白浜駅に来ております。じゃん、こんな感じでパンダちゃんもね、中国に帰っちゃったんですけど、いろいろ駅の中にはパンダムードがまだ残っています。まだというかこれからもずっとで確か残り続けるはずです。で、本日はですね、ここから紀ノ国線に乗って世界で初めて 3D プリンターで作られた駅舎を見に行きます。行ってきます。白浜駅から JR 紀ノ国線に乗って初島駅を目指します。特急黒潮に乗れば乗車時間は20分ほど短縮できるんですが、今回は普通列車でのんびりと行くことにしました。紀伊半島の海岸線沿いを走る紀ノ国線ですが、この緑豊かでのんびりとした風景もとっても綺麗です。広大な太平洋の景色です。空と海の青がずっと先まで続いていて、すっごく開放的な気持ちになります。耳を澄ませば波の音まで聞こえてきそうです。車窓を眺めているとだんだん多分みかん畑も見えてきて、和歌山に来たんだなと実感しました。さあ、ということで初島駅に到着しました。私の他にもね、駅舎見に来てる方いらっしゃいますね。ちょうどこの手前にある建物、ピンクと黄色の柱ですね。こちらが旧駅舎、昨日まで使用されていた駅舎です。その奥にね、新しい 3D プリンターで作られた駅舎があります。結構見に来てらっしゃる方いっぱいいますね。こちらが世界で初めて 3D プリンターで作られた駅舎です。今この椅子に座ってます。日陰で列車が来るのを見ながら待つことができます。3D プリンターで作られた駅舎ということと、世界で初めてということで、もうこれは利用開始日当日に見に行きたいと思って今日は来ました。そしてこの駅舎、驚きなのがその組み立て時間なんですが、完成するまでの時間はなんと2時間半。駅舎が2時間半と信じられないですよね。熊本の工場で出力したパーツをこちらに持ってきて、終電から始発までの約6時間の間に組み立てが行われたそうです。そんなスピードで駅が立っちゃうなんて未来的ですよね。駅舎が立ってからは点検等が行われていて、本日7月22日に券売機と簡易 IC カード改札機が駅舎の中に入って始発から利用開始となりました。今日から利用開始ということで、果たして私は何人目の利用者になったのでしょうか。見てみると思っていたよりもコンパクトですね。近未来っぽさもありつつ、海の近くにある駅らしい爽やかなデザインだなと感じます。外壁には有田市の名産であるみかんとタチウオがモチーフとしてデザインされています。こういう遊び心のある装飾があるとぐっと親しみやすくなりますよね。そもそも 3D プリンター製品っていうのは、立体のデータをスライスデータという薄い層に分けて、それを下から順番に1層ずつ重ねて形にしていく仕組みです。
近くで見るとその層がしっかり見えて、おお積み上がってるってなるんですが、ちょっと引いてみるとそんな風に作られたとは思えないくらいしっかりしています。なんとなくイメージ的にはなんかペラペラとかプニプニとかなんかそういうイメージがあったんですけど、本当に壁がしっかりしているので 3D プリンター製とは思えないです。あと個人的に面白いなと思ったのが、パーツを縦向きに使用するという発想です。通常は積み上げた向きのまま使用するのが普通みたいなんですけど、パーツを縦にして使うというのも世界初の試みとのことです。技術的にもすごいですが、それを駅舎に応用するところがなんだかワクワクします。こういった複雑な造形や滑らかな曲線なども 3D プリンターなら簡単に作れてしまうんですね。これが 3D プリンターなんですよ。はい。で、ここはコンクリートと鉄筋を入れてるんです。そして新駅舎の左手にあるのが以前使われていた旧駅舎です。こちらは建設から76年も経っていたので、老朽化がかなり進んでいたそうです。もう完全に封鎖されてしまっていて入れないのが残念なのですが、とっても大きくてなんだか学校みたいですね。壁にはいろんなところに地元の小学生たちが描いた絵があったりして、地域の皆さんに親しまれていたんだろうなと、憩いの場だったんだろうなと伝わってきました。こっちが旧駅舎のコンクリート。こっちの方がなんかツヤツヤしてるかも。ということで今初島駅でちょっとね駅舎を見てたりしたんですけど、利用開始日ということで偶然JR 西日本の広報の方がいらっしゃったので突撃取材をさせてもらいます。よろしくお願いします。すみません、突然引き受けていただいてありがとうございます。なんかこの駅舎 3D プリンターで作られてると思うんですけど、なんで 3D プリンターを使おうということになったんですか？やはりですね、一般的に労働力不足ですとか、そうんうんの資材が高騰したり、いろんなことがあって、やはり我々としても将来鉄道事業っていうのをしっかりと維持していく上で、いろいろ考えないといけないなっていうところを思ったときに、駅舎っていうところについて、より簡単に新しく作れるような技術はないかなっていうところを探していると、こういったその 3D プリンターの技術を持っている会社さんがいらっしゃって、で、今回、新しい試みとして、じゃあ、駅舎を 3D プリンターの技術で作ったら、どうなるかなというところで、なるほど。いただいたところです。実際もう、駅舎が出来上がるまでにかなり時間が短縮されてますよね。この初島駅で言いますと、この周りの白い部分は、3D プリンターで、事前に作っておいて、その工場で作ったものを持ってきて、で、組み立てるんですけど、その組み立てるのはもう一晩で、組み立てますので、一晩開けたら突然この白い駅舎が出来上がっているというところにはなります。なるほど。券売機とか、そういうのはまた別で、その後に作るんですけども、それも大体2ヶ月ぐらいで内装工事もできる。早いですね。初島駅が初めての駅に選ばれた理由とかってあるんですか？初めてっていうところでいろいろと、確認をしないといけないっていうところなんですけど、例えばこの初島駅っていうのは海に近いっていうところで、海風っていうところの影響もありますので、そういったところにもしっかりと耐えうるものなのかどうかみたいなところの確認も含めて、初島駅っていうところを選定されています。そうなんですね。今後またこういう駅舎を増やしていこうみたいな考えはもうすでにあったりするんですか？そうですね。ちょっとじゃあ次2つ目どこの駅にするかとかそもそもどうするかっていうのは、今回初島駅をまずは作って実際使ってみてっていうところにはなるかなと思って、まだ具体的に2つ目はここだみたいなところまではまだ決まってはいないんですけど。なるほど。ちなみにこれを作るのにかかった費用とかってちょっと回答すみません、ご容赦で。すみません。ホームで地元の学生たちから聞こえてきたのは、今まで利用してきた駅舎が解体されてしまうのが悲しいという会話でした。やっぱりずっとそこにあったもの、愛されてきたものがなくなってしまうのはちょっと切ないですね。昔の駅舎に思い出を残しつつ、きっとこれからはこの新しい駅舎にたくさんの思い出が積み重なっていくんだろうなと思います。ということで本日も最後まで見てくださりありがとうございました。
よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。